皆さん、こんにちは。ロック204チャンネルへようこそ。今回は、Python の GUI ライブラリーであるTkinterを視覚的に設計できるツール、ページのインストールと基本的な操作についてご紹介します。まず、ページとは何かについて説明します。ページは、Python 標準の GUI ライブラリーであるTkinterのグラフィカルユーザーインターフェース、つまり GUI を、ドラッグ&ドロップで視覚的に設計できるツールです。コードを手書きすることなく、ボタンやテキストボックスなどのウィジェットを配置し、GUI のレイアウトを直感的に作成できます。ページで作成した GUI は、最終的に Python コードとしてエクスポートされ、Tkinterアプリケーションに組み込むことができます。次に、ページのインストール方法です。まず、ページのダウンロードサイト、https://page.sourceforge.net/ にアクセスします。サイトが表示されたら、ダウンロード Now ボタンをクリックして、インストールファイルをダウンロードしてください。ダウンロードされるファイルは、通常ページ -8.0.exe のような名前です。ダウンロードが完了したら、ページ -8.0.exe ファイルをダブルクリックしてインストーラーを起動します。インストーラーの指示に従って操作を進めてください。インストールが完了すると、デスクトップにページのアイコンが作成されます。注意点として、ページのインストール前に Python をインストールしておく必要があります。ページを起動すると、このような画面が表示されます。左上のウィジェットツールバーでは、配置するウィジェットを選択できます。ウィジェットとは、フォームに配置する部品のことです。このツールバーから選択した部品は、中央の GUI を配置するフォームの上に配置していきます。左下のウィジェットツリーは、ウィジェットがどのように配置されているかを階層構造で見ることができます。右側のアトリビュートエディターでは、フォーム上に配置された部品の属性を変更できます。そして、画面上部のメニューバーでは、ファイル関連やウィンドウの操作を行うことができます。ページでは、様々な種類のウィジェットが用意されています。主なものとしては、ボタン、ラベル、テキスト入力、スクロールバー、リストボックス、メニュー、テキストエリア、フレーム、チェックボックス、キャンバス、ラジオボタンなどがあります。これらを組み合わせて、多様な GUI を作成することができます。それでは、実際にページプロジェクトを作成し、実行する手順を見ていきましょう。まずは、ページを起動します。次に、ウィジェットを配置します。ウィジェットツールバーから、ボタンを選択し、GUI を配置するフォーム上でクリックして配置します。これでボタンがフォームに追加されます。配置されたウィジェットは、ドラッグして移動し、位置を調整することができます。また、ウィジェットの周りに表示されるハンドルをドラッグすることで、大きさを自由に調整することも可能です。ウィジェットのプロパティ、つまり属性を調整してみましょう。配置されたウィジェットを選択し、アトリビュートエディターから、フォントをクリックします。表示されるフォント選択画面で、サイズを選択し、OK を押します。例えば、フォントサイズを14ポイントに変更すると、このようにボタンの文字の大きさが変わります。次に、イベントハンドラを設定します。これはオプションですが、ボタンがクリックされた時などに実行される関数、つまりイベントハンドラをページのプロパティで設定できます。例えば、アトリビュートエディターのコマンド欄に、say hello と記入することで、このボタンが押された時に、say hello という関数が実行されるようになります。作業内容を保存しましょう。メニューバーから、Save as コマンドを選択し、プロジェクトファイルを保存します。通常、.tcl という拡張子で保存されます。今回は例として、テスト02という名前で保存します。次に、作成した GUI を Python コードとしてエクスポートします。ページのメニューバーから、GenPython、そして、Generate Python GUI を選択します。エラーがなければ、このように Python コードが表示されます。内容を確認したら、下にスクロールして、Save ボタンを押し、ファイルを保存します。保存後、Close でこの画面を閉じます。これで、テスト例 2.py という Python ファイルが保存されていることが確認できます。次に、
この Python ファイルを実行するためのサポートファイルを作成する必要があります。先ほどと同様に、メニューバーから GenPython、そして Generate サポートモジュールを選択します。すると、このようなコードが表示されます。このコードには、先ほどボタンに設定した関数名が表示されているのがわかります。これを後でエディターで変更し、実際の動作を設定していきます。ここでは、このまま、セーブボタンで保存しておきます。これで、3つのファイルが保存されました。テストレイ 2.py がエクスポートされた Python の GUI ファイル、テスト 02.tcl がページのプロジェクトファイル、そしてテストレイ 2_support.py がエクスポートされた Python のサポートファイルです。サポートファイルの中を見てみましょう。テストレイ 2_support.py ファイルを開くと、先ほど設定したイベントハンドラー、例えばsay helloのような関数が自動的に生成されているのが確認できます。この関数の中に、ボタンが押された時に実行したい処理を記述していきます。それでは、Visual Studio Code などのエディターを起動し、先ほどのサポートファイルを読み込みます。このコード内から、先ほど生成された関数名、例えば、say hello を検索します。例えば、say hello 関数については、内容をプリント Hello World と書き換えます。また、不要な関数の引数を削除します。修正が完了したら、このコードを保存しておきましょう。最後に、作成したプログラムを実行してみましょう。エクスプローラーから、先ほどページで作った Python ファイル、例えばテストレイ 2.py をダブルクリックして実行します。すると、このように作成した GUI 画面が表示されます。それでは、このボタンを押してみましょう。すると、コンソールに、Hello World の文字が表示されます。今回は、マウス操作で Python の GUI 画面を作成できるページの基本操作について説明します。真ん中のフォーム画面に部品を配置し、GUI を作成していきます。こちらが Widget ツールバーです。いろいろな部品が用意されています。そしてこちらがメニューバーとなります。プログラムの終了や保存のために使用します。こちらは、配置した部品の属性を設定するアトリビュートエディターとなります。そして、階層構造を示すウィジェットツリーがこの画面です。それでは、フォームにボタンを配置してみましょう。ボタンをクリックして、フォームでもう一度クリックします。すると、このようにボタンが配置されました。ボタンの大きさは、ハンドルを操作することによって変更できます。ボタンの名前は、アリアスに表示されています。それでは、属性を変更してみましょう。フォントを変更してみます。この画面で、フォントとサイズなどを変更することができます。今回はサイズを14ポイントに変更します。すると、このように、ボタンの文字の大きさが変更できました。次に、ボタンに表示されている文字を変更します。テキストを選択し、文字をハロに変更します。すると、このようにボタンの上の文字が変わります。次に、ラベルを表示してみましょう。ラベルを選択しフォーム上でもう一度クリックします。そしてハンドルをドラッグし、大きさを調整します。先ほどと同様に、フォントサイズを変更してみましょう。フォントサイズを14ポイントに変更します。そして、テキストを全角文字でラベルに変更します。次に、ボタンをもう一つ作成します。今回は、こちらのボタンを右クリックしてコピーして貼り付けていきましょう。作成されたボタンを、右下に移動します。そして文字を変更します。テキストを終了と変更します。次に、ボタンに機能を割り当てていきましょう。ボタンを選択しアトリビュートエディターでコマンド属性を選択します。この欄に、ボタンが押された時実行する関数名を設定します。ここでsay helloと記入しておきます。そして、
こちらのボタンにも関数名を設定します。先ほどと同様にアトリビュートエディターより入力することもできますが、このボタンをダブルクリックして設定することもできます。ここでは関数名をプロエンドと記入します。このような形で画面が作成されたら、この画面をページのファイルとして保存しておきます。メニューよりSave as コマンドを選択して保存します。今回はテスト例1とします。次に、Python ファイルを作成します。メニューより GenPython を選択します。ここで、Generate Python GUI を選択します。すると、エラーがなければこのように Python コードが表示されます。確認したら、下にスクロールしてセーブボタンを押しましょう。そして、クローズでこの画面を閉じます。すると、このようにテスト例 HPI ファイルが保存されていることがわかります。次に、このファイルを実行するためのサポートファイルを作成することが必要となります。先ほどのメニューより、Generate Support Module を選択します。すると、このようなコードが表示されます。コードを見ていくと、先ほどボタンに設定した関数名が表示されているのがわかります。これを、エディターを使用して変更し、実際の動作を設定していきます。ここでは、このままセーブボタンで保存しておきます。すると、先ほどと同様に、同じフォルダーにサポートファイルが保存されます。それではビジュアルコードを起動して、先ほどのサポートファイルを変更していきます。このコード内より先ほど生成された関数名を検索していきます。例えば、こちらのプロエンド関数を修正しましょう。ここでは、プログラムを終了するため EXIT メソッドを設定します。こちらの正ハロー関数については、内容をプリント、ハローワールドと書き換えます。そして、不要な関数の引数を削除します。修正が終了したら、このコードを保存しておきましょう。それでは、先ほどページで作ったプログラムテスト 01py をダブルクリックして実行してみましょう。すると、このような画面が表示されます。それでは、このボタンを押してみましょう。するとこのように、Hello World の文字がコンソールに表示されました。右下の終了ボタンを押すと画面が閉じて、プログラムが終了します。